ご視聴いただきありがとうございます。きたろうです。前回の動画では関東、埼玉から北海道に車に乗ってフェリーで行く場合、どこが一番コスパがいいのか、高速道路や燃料代も含めて比較してみました。まだご覧になっていない方は、まずそちらの方をぜひご覧になってみてください。今回の動画では、長距離フェリー、大洗発苫小牧行きのサンフラワー、商船三井サンフラワーフェリー、仙台航路の太平洋フェリー、新潟小樽の新日本海フェリーの3社の船内の装備やお風呂、あとはレストラン、どこがおすすめかとかどこが美味しいとか、そのあたりと、あとは部屋ですね、一人用の部屋、どういう部屋があるのかなどをお話ししていきたいと思います。まず客室ですが、フェリーだと大部屋をイメージする方が結構いらっしゃるかと思いますが、今大部屋が残ってるのは商船三井フェリーと、あとは太平洋フェリーの石狩と木曽になります。新日本海と太平洋フェリーの北上はもう廃止になってますね。時代の流れなのかなと思いますけど、自分がバイクで旅してた頃なんかは大部屋でもね、場所を取るのが結構大変だったりっていう記憶がありますね。次に一人用の客室として2段ベッドタイプの寝台がありますね。カプセルホテルのような。これは多少の違いはありますけど、この3社の全てのフェリーについてます。ここから先の客室が結構大事になったりするんですけど、新日本海フェリーのツーリスト S、 あと太平洋フェリーではエコノミーシングルという名前で、一人用の個室ですね。広くはないんですけどベッドがあるタイプで、自分は結構これを使います。で、逆にこのタイプがないのが、大洗発のサンフラワーフェリーと太平洋フェリーの石狩と木曽にはついてないです。はい、今紹介したのが一人用の部屋としては最上級の部屋になるかなと思います。はい、次にベッドが2つあるような部屋を貸し切りできるのかということですが、結論から言うと、どのフェリーでも今現在では貸し切り可能になってます。ただ、どこのフェリー会社でも時期が決まっていて、新日本海フェリーや太平洋フェリーでは期間のみというような感じになってます。ハイシーズンや繁忙期がダメというような感じですね。それ以外の時期は貸し切りが可能になってます。商船三井フェリーではその年によって多少変化します。23年6月現在では貸し切りも可能なんですが、やってない年もあったり、あとはそもそも多分部屋自体の確保が少ないので予約がすぐ埋まってしまいます。続いてお話しさせていただくのが浴場、お風呂ですね。これはどこのフェリーも大浴場がついてるんですけども、ダントツでいいのが新日本海フェリー。何がいいかっていうと、フェリーなのに露天風呂がついて、海風に当たりながらもずっと入ってられるような感じですね。春とか秋に入るとね、ちょうど風が気持ちよくてね、本当にずっと入ってられるような感じです。あとはサウナがついてるフェリーなんかもありますので、そこら辺で選んでみてもいいかもしれないですね。続いてレストラン、太平洋フェリーと商船三井フェリーサンフラワーはバイキングで、太平洋フェリーはめちゃくちゃね、種類も豊富で美味しいです。で、この間ね、動画の方で、紹介させてもらいましたけど、カツオのたたきだったりとか刺身なんかもあったりしますね。で、その次の日に、サンフラワーに乗って比較してみたんですけど、刺身がなかったような。以前サンフラワー札幌に乗った時はね、あったんですよね。だからその船によるのかその時期によるのかわからないですけど、そういった違いがあって、個人的には、太平洋フェリーの方が断然美味しいで、種類も多いというのでおすすめです。続いて新日本海フェリーですが、以前コロナ前までは
アラカルト方式といって、ずらーっと並んだ料理を一品一品どれ食べようかなって悩みながら取っていく、ちょっと楽しみがあったスタイルだったんですけど、今では座席についてタブレットで注文するレストランの方式になってます。ちょっとつまんねえじゃんと思うかもしれないんですけど、結構美味しい料理があって、個人的にはビーフシチューととちおの厚揚げがおすすめです。これが結構美味しいです。さらに自分が乗る時期には行ってないんですけど、なんと、船の上でバーベキューができるっていうのが新日本海フェリーの売りですかね。夏休みにやってるみたいです。さらに新日本海フェリーではグリルというコース料理が食べれるちょっと高級な食事どころまであるんですね。これも食べたことがないのでわかんないんですけど、いつも指くわえながら一回食ってみたいなと思ってます。あとフェリーによって喫茶コーナー、軽食コーナーがあります。新日本海フェリーの軽食コーナーは、美味しいです。特にピザ、チーズピザかな。これが美味しいので、がっつり食べたくないけど小腹が空いてる時なんかはぜひ食べてみてください。おすすめです。太平洋フェリーの新造船の北上にはついてないんですけど、木曽と石狩には軽食コーナーがあって、名物が名古屋コーチンの卵かけご飯を朝朝食かな食べることができます。数量限定なんですけど、機会があったらぜひ食べてみてください。商船三井サンフラワーにも軽食コーナーがありますけど、到着直前のランチタイムのみかな、営業がになってて、自分は、使ったことがないです。食事に関しては新日本海フェリーと太平洋フェリーが自分は好きですね。美味しいと思います。商船三井は、夕方出港するので、夜ご飯、朝ご飯で到着が午後1時半なので、船内で昼ご飯まで食べるのが基本かなと思います。太平洋フェリーは、夜出発で夕食を食べて翌朝の朝食まで食べるような感じですね。で到着が、昼前なので、自分はいつも下船したら苫小牧で、海鮮料理美味しいお店たくさんありますので、そこで自分は食べてます。新日本海フェリーは出発がお昼12時、新潟12時出港なので、昼と夜で到着が早朝4時半に小樽に到着するので、朝食はいつも小樽の市場で朝ごはん食べてます。節約したい時なんかは乗船前に地元のスーパーでお弁当やお惣菜、カップラーメンなんかを買って自分も乗船しますけど、電子レンジやポット、給湯室かなどがついてます。ただ注意が必要なのが、日本海フェリーには電子レンジがついてないので温めることができないです。ご注意ください。続いて結構気になる人多いと思うんですけど、館内の電波状況、 Wi-Fi ですね。新日本海フェリーは1日5回30分まで館内の Wi-Fi サービスに接続することができます。日付が変わるとさらに5回使えるので計10回で、比較的新日本海フェリーは、自分ドコモなんですけど電波が入るイメージがあります。太平洋フェリーも陸側の窓際に行くと比較的電波を拾いやすいです。太平洋フェリーの場合、ソフトバンクは館内 Wi-Fi が無料で使えるんですけど、それ以外のメーカーのものを使ってる人は乗船前に1000円ちょっと払って館内の Wi-Fi サービスを手続きすると、館内でも利用することができます。サンフラワーフェリーに関しては Wi-Fi サービスがないのと、あと陸から比較的遠くを航海しているようで、電波があまり入らないイメージが強いですね。深夜便に関してはもうほとんど海の孤島状態です。その代わりにサンフラワーの夕方便ではオリジナルの館内サービスでサンフラワークエストというネットサービスがあります。これで映画やドラマなんかをスマホやタブレットなんかで見放題
自分は先日乗船した時には映画を4本かな見てしまいました。それ以外に楽しみないのっていうことですが、それぞれのフェリー会社さん、乗客の方が多い時なんかは歌手やミュージシャンなんかを呼んで生ライブやったりしてますね。新日本海フェリーでは、乗客が多いシーズンに船内でビンゴ大会をやります。これは結構人気のイベントで、我が家も結構昔ですけど息子と2人で乗った時に一番最初にビンゴになって船内で使えるね1000円商品券っていうのをもらいました。これはねすごい嬉しいし、子供にはすごい楽しいイベントだったと思います。どの船会社もコロナ禍では、このようなイベントをやってなかったんですが、また再開していますので、ぜひ乗船するときは楽しみにしていってください。続いて、台風や海がしけているときフェリーは出るのっていうお話ですが、出たり出なかったりで、大きい台風の時なんかは、欠航になることが多いですね。その中でも台風やしけに強いフェリー会社はどれなのっていう話ですが、日本海の荒波って言われているように、日本海側のフェリーは強いイメージがあります。新日本海フェリーなんかは結構やっぱり強いですね。自分も今まで台風の中フェリーに乗ったことが3回ありますけど、3回とも、日本海側のフェリー。2016年の夏に家族でキャンピングカーで北海道に行ったんですが、その帰り太平洋フェリーを予約してました。その時ちょうどドンピシャで台風7号というのが来てて、太平洋フェリーはもう午前中のうちに欠航が決まって連絡が来ました。で一応港まで行って大洗とか乗れるかなと思ったんですけど、大洗行きの商船三井、あとは八戸行きのシルバーフェリーも欠航になってました。近くの苫小牧東港にある、新日本海フェリーの苫小牧から秋田経由新潟行きのフェリー、これが出るという情報を得たので、そちらに行ってキャンセル待ちしました。やっぱり台風だから乗りたくない人いっぱいいるので、乗れるだろうなと思ったんですけど、見事に乗ることができて出港。18時ぐらいに、苫小牧東で新日本海フェリーの船に乗って、乗ってすぐ食事と風呂を済ませたのかな。で港を出た途端に7メートルの横波を受けて、売店の棚とかガチャーンと倒れるような大波で、船内放送で手すり等に捕まってくださいというような放送が流れるほどの荒波でした。そういった時に無理して乗るものではないと思いますが、新日本海フェリーはねすごいなと思いました。しけてる時によく出るのが、新日本海フェリーと商船三井フェリーがよく出るみたいですね。どこの船会社も無理な航海はしないと思うので、出港したら、安心していただいていいとは思うんですけど、一回出港したら、到着するまで、陸には上がれないので、覚悟して乗ることが必要かなと思います。足元にお気をつけてゆっくりとお進みくださいませ。この度は太平洋フェリー基礎にご乗船くださいまして誠にありがとうございました。ちょっと長くなってきてしまったので、そろそろ締めたいと思うんですが、海運や陸運の方々にね、我々日本人は生活を支えられているので、これからもリスペクトしていきたいなと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも役に立った、面白かったと思っていただいた方はぜひグッドボタン、プラスチャンネル登録していただけると大変ありがたいです。現在 90% の方がチャンネル登録なしで見ていただいております。ぜひチャンネル登録の方もご協力お願いいたします。コメントはさらにいただけると嬉しいです。それじゃあまた。